皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルである F40 のボディカラーは基本的にはレッドのみ。わずかながらイエローの F40 が作られたという噂もある様子です。ということですので、今回はレッドで仕上げてまいります。使用した塗料はタミヤのイタリアンレッドのみで塗装。レッドの発色が良くなるよう、下地にはホワイトサフに純色グリーンを混ぜ吹き付けてあります。ボディ塗装の工程としては、それぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。まずはシャシーから。ボディカラーであるイタリアンレッドを塗装した箇所以外、あとは足回りのパーツやエンジン部品などに対し、ガイアノーツのエボブラックを塗装。後々メタリック系を塗装していくのを見越し、その下地としてマフラーやエンジンパーツなども一緒に塗装をしていきます。その塗料が乾いた後、マフラー関連にはクレオスのスーパーチタン、ステー部分などにはスーパーステンレス、エンジン本体やホイールにはフラットアルミ、ブレーキディスク部分にはメタリックグレーに塗装するなどし、素材の違いを表現しました。インテリアパーツはグレーの指定ですが、実写写真を見ると限りなく暗いグレーでしたので、タミヤのラバーブラックで統一。テールパーツは配給パーツの円形マスキングシールを活用し塗装。他にもエンジンヘッドカバーは結晶塗装を表現するためにキャラクターの違うレッドを使用したり、エンジンフード内の塗装も行っていきます。エアブラシ塗装の流れでマフラーの焼け塗装とトップシェードのグラデーション塗装も行ってみました。マフラーの焼け塗装はメタリック塗料が乾いた後、クリアオレンジを用いてエアブラシの出を限りなく細く絞り、薄く何度かに分け、焼け具合を見極めながら塗装を行いました。マフラーエンドにはクリアブルーでチタン焼け風に塗装を施してあります。フロントウィンドウのトップシェード塗装に関しては、まずはマスキングから。カッターマットにあるテンプレートを使用し、ウィンドウの R に合わせマスキングテープをカット。ウィンドウをマスキングした上で、まずは一発目、露出した部分に対し全体を薄く塗装。薄くブルーが乗ったら、次は細く絞ったエアブラシでウィンドウ縁部分を狙い、何度かに分け塗装をしていきます。これでグラデーションの完成です。続いて筆を使用した塗り分けです。エアブラシで塗装したパーツに対し細かく色を入れていくセクション。一つ一つのパーツがよりリアルになっていく過程を楽しみながら塗装を行っていきます。エレメントにはブルーを入れたり、メタリック系もいくつか使い分けてみたりし塗装。
サスペンションはあらかじめフラットアルミを塗装しておき、筆でアクリルのセミグロスブラックを使用し、スプリングを塗装後、エナメルのレッドでショックアブソーバーを塗装。はみ出た箇所はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取り修正してあります。このキットのようにエンジンが丸見えのキットならなおさら、駅間に一つとっても部位によっては様々な素材が使われており、それらのパーツを組み上げた時の感動は何にも代え難いもの。組み上がったエンジンやインテリアなどを想像しつつ塗装を行いました。続いてデカールの貼り付けです。特に難しい箇所やデカールの傷みはなく、スムーズに工程を進行することができました。デカールを貼り付けた箇所はボディのエンブレム類にナンバープレート、そしてインテリアパーツのダッシュボード内メーターパネルに対しメーターデカールを貼り付けました。筆で余分な水分と空気を除去しなじませてあります。その後メーター部分はデカールの保護とメーターカバーの再現とし、レジン液をデカールの上からなじませブラックライトを照射。これでパーツたちが仕上がったので組み立てに移ることができます。続いて下回りの組み立てです。塗装やデカールを貼り終えたパーツたちを組み立て、どんどん完成形に向かう工程で、嫌顔でもテンションが上がる箇所。パーツ一つ組み上がるごとに感動してしまうので、感情がとても忙しいのですが、じっくり攻めていきます。組み立て時に難しい箇所は特になく、説明書通りに進行すれば組み上がるのですが、シャシーにエンジンを乗せる箇所は前回シャシーの歪みを修正したので、その分はめ込みにくい部分はありました。エンジンを組み立て、無事シャシーにマウント完了しチェック。全体を見た時にアクセントとなっているレッドの部分やさまざまな素材パーツが入り混じるエンジンはまるでバイク模型を製作しているかのようで、精密なパーツたちが組み上がり、シャシーに乗った瞬間は何とも言えない衝動と感動が入り混じります。さらにフェラーリという車の奥深さが垣間見える瞬間でもありました。模型の醍醐味ともいえる箇所を存分に楽しみながら、後ろ髪を引かれる思いで完成へと進行してまいります。最後にインテリアの組み立てです。まずはシートに対し長谷川のドライカーボンフィニッシュを分割カットし貼り付け、シートベルトはせっかくの F40 様ですので敬意を表し、フィニッシャーズのシートベルト金具シートセットで武装、よりレーシーにかっこよく仕上げてみました。あとは塗装を終えたパーツたちを組み上げていくのみですので、説明書通りに組み上げていきます。まずはハンドルを組み立て、ダッシュボードに組み込み、アクセルにフットブレーキパーツ、センターコンソールにはハンドブレーキにシフトノブ、シートまで取り付けたら内張りを接着し、バスタブ型へと変貌させていきます。最後にダッシュボードを取り付け、シャシーとドッキング。もうこれで完成でいいんじゃないかと思うほどずっと眺めていられるこのキット。
組み立て前に描いていたものを上回る完成度で大満足しつつ、今回の動画はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。